この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はシングルボードコンピューターであるラズベリーパイを使ってミニスーパーコンピューターが作れるのか試してみます。使うのはこちらラズベリーパイコンピュートモジュール5です。CM5 と呼ばれているものですね。見ての通り通常のラズパイとは違ってサイズ感はかなり小さくなっています。CM5 は主に産業向けや組み込み向けで使われることを想定しているものです。ですのでコストやスペックを調整しやすくするためにラムとストレージ容量の大小、無線通信機能のありなしを選べるようになっています。また USB や有線 LAN、HDMI 端子などラズパイ5に標準で付いていたものもこちらには付いていません。この業務用感丸出しの CM5 を使ってミニスーパーコンピューターを作っていくわけですが、その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。皆さんディジキーで部品を購入する機会があると思うんですけども、実はディジキーは部品以外にも役に立つコンテンツも作っています。トップのリソースからアプリケーション&テクノロジーセンターを開いて、今回は組み込み&マイコンについて見ていきます。マイコンの命令セットから始まり、基本的な仕組みからどんな種類のマイコンがあるのかについて触れられています。マイコンボード形状の比較なんかもありますね。これを見る限りですと、今回使うラズパイ CM5 はシステムオンモジュールの形状です。下の方まで行くと結構ボリュームがあって、特にこの辺りのマイクロプロセッサーやマイクロコントローラー、デジタルシグナルプロセッサーの違いなんかは結構興味深いです。このページを一通り読むとマイコンって何なのかっていうのが大体わかるようになると思います。一見の動画でマイコンっていう単語が出てくるけど、そもそもマイコンってなんだという方や、組み込み開発をこれから始めたい、マイコン選びで迷っているという方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。まず CM5 がどのようなボードなのか見ていきます。いくつかラインナップがある中で今日使うのは RAM が 16GB、ストレージが 64GB、そして無線機能付きのものです。今後いろいろなプロジェクトで使うことを考えて選べる中では一番ハイスペックなものを選定しています。当然今回もデジキーで購入しています。価格についてなんですけども、ラズパイも RAM やストレージの品不足が響いてきて公式で値上げしています。こちらは2025年の12月に購入したものですが、その時の価格は税抜きで 2.1 万円。そして今の価格を見てみると税抜きで 3.5 万円となっています。一番ハイスペックなものを買ったというのもあるんですけども、結構値上がってますね。早めに買っておいてラッキーでした。買った時には技的の表記はなかったので、今回のようなミニスパコンを作るような用途ですと、無線機能をオフにするか、それか最初から無線機能がないものを選んでおくと良いと思います。特に無線機能がない方が安くできますからね。通常のラズパイ5と比べてみます。サイズ感はかなり小さくなっていますね。これはラズパイ5にあった有線 LAN や USB 端子、HDMI 端子がなくなったこと、そして GPIO の出力ピンがなくなったことが効いています。上に乗っているプロセッサの配置はコンパクトに集まるようなレイアウトとなっています。標準のラズパイ5はストレージが搭載されておらず、別途 SD カードか SSD をストレージとして用意する必要があります。CM5 はストレージありのものを選べるようになっています。実際に裏面を見てみると、ここにストレージが実装されています。CM5 を実際に使おうとする場合、これ単体で使うというのはかなり難しくて、マザーボードのようなものに挿して使うことになります。CM5 の裏側には200ピン引き出せるコネクターが付いているので、そこに自作のマザーボードであったり、サードパーティー製のマザーボード、またはラズベリーパイ財団が公式で出している CM5 用の IO ボードに接続して使います。このように挿すと通常のラズパイ5と同じように使うことができます。今回スパコンを作っていくわけなんですけども、 CM5 の台数分この IO ボードを買うというのは費用面で非常にもったいないです。というのもミニスパコンを動かすために CM5 の台数分 HDMI とか USB、GPIO は使わないですからね。ですので今回はさらにコスト低くミニスパコンを構築できるものを探すことにしました。世の中探してみると色々なものが売っていまして、シピードからナノクラスターという CM5 をクラスター化できるキットが出ています。ですので CM5 とこちらのキットを組み合わせてミニスパコンを作ることにします。
ナノクラスターについて見ていくと、このようにですね、変換基板があります。ここに CM5 を乗っけて、でこれをですね、さらにここに挿していくという風にしていきます。こんな感じですよね。変換基板の上に CM5 が乗ってて、そしてさらにマザーボードのところに挿していくという風にしていきます。変換基板にはマイクロ SD カード、SSD のスロット、電源供給用の USB-C があります。SSD のスロットなんかがあるのはいいですね。ストレージをさらに拡大できます。確認はしていませんが、無線付き CM5 ならこれに挿すだけでも使えてしまいそうですね。組み立てていきます。このように組み立てました。7個の CM5 をクラスター化しています。では実際に使っていきます。電源の USB ケーブルを挿せば動作します。はい。起動しましたね。冷却ファンの音が結構うるさいですね。消費電力は何も計算していないアイドリング時で 21W 程度です。温度は30度台前半です。計算していない状態でこの温度なので、計算をすると温度はもっと上がります。ですので、冷却ファンはこのくらいのミニスパコンであっても必須ですね。まずはモンテカルロ法を使って円周率を計算することにしました。結果はどうなったかというと、濃度数が1の時はだいたい20秒ぐらい演算時間がかかりました。今回の場合ですと2億回計算しています。濃度数が2つになると演算にかかる時間は半分になって、そこから濃度数をさらに増やしていくと演算時間は短くなっていきます。濃度数が7の時にかかった時間は 2.9 秒となっていて、もともと20秒かかっていた計算が7分の1の時間で終わっているので、並列化の効果がよく見えています。こういったモンテカルロ法を使った計算ですと、濃度数を増やしていってスパコンのように使う効果っていうのがかなりよくわかります。他のベンチマークについても実施してみます。次はリンパックを使ったベンチマークです。実行結果を見てみると数十ギガフロップスとなっています。濃度数を増やしたとしても、濃度数を増やした分だけ計算能力が上がるかというと、これを見る限りですとそんなことはなさそうです。濃度数1の時が 38.8 ギガフロップス、濃度数が7の時に 85.9 ギガフロップスでした。7倍に増えるというわけではないんですね。ちなみにこの性能が過去のスパコンと比べた時にどれくらいの性能かというと、1993年から1994年の当時の最先端のスパコンと同じくらいの演算性能を持っています。30年前のスパコンと同じくらいの性能のものがこの手のひらサイズに収まるんですから、すごいですよね。今回はリンパックを使いましたが、このベンチマークは演算性能の比重が高いベンチマークでして、実際の化学計算アプリケーションのようにメモリアクセスなどを含めた性能を見ていないとも言われています。実際のアプリケーションでは CPU とメモリー間のデータのやり取りも多いと思いますからね。ですので次は HPCG でも試してみました。HPCG は実際の化学計算アプリケーションに近いメモリーアクセスや通信パターンを含むベンチマークです。リンパックでは見えないメモリー帯域や濃度間通信の性能がスコアに大きく影響します。なのでリンパックでは高い性能を示す計算機でも HPCG では大幅にスコアが低下することもあります。こちらが HPCG の実行結果です。リンパックと比べるとギガフロップスは大幅に下がっていますね。1ノードの時は 1.1 ギガフロップス、7ノードの時は 6.54 ギガフロップスです。HPCG ではメモリーアクセスなんかも考慮されていますので、これがラズパイスパコンの実力ということでしょうか。ただ、リンパックの時とは違って、濃度数に比例して演算能力は上がっています。今回はこのクラスター1台のみでの結果です。このクラスターを複数台並列接続した時に同じ傾向となるかはわかりません。全7ノードで計算を実行している時の消費電力は 62W でした。さらに温度測定もしています。ここで 60W 分の熱が発生しているので、やはり結構熱くなっています。最高温度は70度程度です。いくらラズパイで作るスパコンといっても冷却は必須ですね。次は電力効率について見ていきます。最先端のスーパーコンピューターの消費電力は数メガワットから数十メガワットであることが多いです。この場合、電気代だけで年間数十億円になることもあります。
またそれだけ消費電力が大きいと冷却も大変になります。ですのでスパコンの計算能力を上げようと思っても先に冷却と電力が限界に来ることもあります。そうなってくると電力効率といって同じ電力でどれだけ多く計算できるかという指標がスパコンの性能を見る上で重要になってきます。こちらのグラフを見ていきます。このグラフは消費電力 1W あたり何ギガフロップス計算できるかというのを示しています。現在の電力効率の世界1位がカイロスというスーパーコンピューターで、電力効率は 73.3 ギガフロップスパーワットです。その右にあるのがリンパックスコアで現在世界1位の L キャピタンが 60.9 ギガフロップスパーワット、日本のスパコンの富岳が 15.4 ギガフロップスパーワットとなっています。これに対して今回作ったラズパイ CM5 のミニスパコンが実測で 1.4 ギガフロップスパーワットでした。ここで注目してほしいのはカイロスや L キャピタンは GPU アクセラレーターを積んでいて計算のほとんどを GPU にやらせることで電力効率を上げています。一方で富岳は CPU だけで動いています。今回のラズパイクラスターも CPU だけで計算しているので比較するのであれば富岳の方が良いですね。とはいえその富岳と比べても今回作ったミニスパコンは10分の1の電力効率しかありません。ただそれは富岳がスーパーコンピューターとして専用に設計されたプロセッサーと高速なメモリーを積んでいるからです。それに対して CM5 は汎用のシングルボードコンピューターなので、まあそりゃそうなるよねっていう話です。はい。ということで今回はラズパイ CM5 を7台使ってミニスーパーコンピューターを作ってみました。リンパックでは7ノードで 85.9 ギガフロップス。これは1993年から4年頃の当時の最先端のスーパーコンピューターの性能に匹敵します。30年前のスパコンと同じ性能のものが手のひらサイズに収まるというのはなかなかロマンがあるんじゃないかなと思います。HPCG ではメモリーアクセスも含めた結果が見えてきて7ノードで 6.54 ギガフロップスでした。リンパックとは性能に大きな開きがありましたがノード数に比例して計算性能がスケールしていたというのは良い結果かと思います。電力効率についても最先端のスパコンと比べると大きな差はありましたがラズパイっていうですね汎用のボードでここまでできるってのはなかなか面白いんじゃないかと思います。もちろん性能を追い求めるだけではなくて勉強用にですねこういったミニスパコンクラスター組んでみるのも面白いかと思います。というわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたらぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。